皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。まだ寒い日が続いていますが、皆さんの多肉は大丈夫でしたか？25日の朝は本当に寒かったです。ベランダから向かいの畑を見てみると、うっすらと雪も積もり、小雪が舞っていました。今回は10年に一度の寒波ということでしたが、ベランダの防寒対策はいつもと同じように不織布をかけた後に使用しなくなったカーテンをベタ掛けしています。日中も気温が上がらず冷たい風が吹いていたので、この日はこのまま不織布とカーテンをかけて一日しのぎました。多肉も元気そうなので一安心しました。そして庭の多肉を見に行くと、防寒でかけていたビニールの上にもうっすらと雪が積もっていました。朝方、道路には2、3センチほどの雪が積もっていましたが、それも午後にはすでに溶けていました。リンゴの木箱を再利用したこのプランターにもうっすらと雪が積もっていますね。そして下の段のプロ埋め穴は見事に樹れてしまっていました。このトレイは家の中に避難させた方が良かったみたいですね。そして雪に強いのがこのスノープリンセスです。これぐらいの雪なら何の問題もありません。それでも念のためと思い、保険株としてこの発泡スチロールのセダムたちには育苗箱を蓋代わりに雪よけしていました。それでも真ん中で陣取っていたプロ埋め穴はちょっと樹れてるみたいです。今年に入り初めてじょうろの中の水も凍っていました。前日は風が強く寒さよけにオーニングを下ろすかどうか迷っていたんですが、夜は風も収まっていたのでオーニングを下ろして防寒対策していました。そしてビニールハウスの入り口は片方だけ開けて、片方はジッパーを閉めて、中の多肉には不織布をかけていました。朝の気温は2度。ビニールハウス内は冷蔵庫のようにひんやりとしています。とりあえずは庭多肉にも大きな被害が出ていなくて一安心です。通路に置いてあるミルクブッシュも寒さにあたり赤く紅葉してきました。一応確認のため反対側の不織布もめくって多肉の様子を少し覗いてみました。ここの多肉も大丈夫そうです。9時過ぎになり日も差してきたので、この後オーニングを巻き上げることにしました。これで少しビニールハウス内の温度が上がってくれるといいんですけどね。外が寒いだけにどこまで気温が上がってくれるのかちょっと気になるところです。はい、一旦外に出てオーニングを巻き上げてきました。ビニールハウス内も明るくなり、ポカポカと暖かさを感じます。そうそう、忘れるところでした。実はこの作業台の下、土を置いている場所なんですが、雨がかからないようにビニールをかけているため、ここの土の上にもはざしっこちゃんたちを置いていたんです。プチプチのビニールシートから飛び出していた三日月ネックレスはどうやら大丈夫そうですね。触ってみると氷のようにひんやりと冷たくなっていました。室内に置いてある観葉植物も少し覗いていきます。去年スーパーで購入したデンドロビウムには花芽がたくさんついています。春に咲くのを楽しみにしているところです。100均のパキラも大きくなりました。そしてその奥に見える綺麗なピンク色の多肉は
少し前の動画でベランダであまりにも綺麗な色をしていたホワイトパーム。やはり調子を崩していたようで室内に持ってきましたが、これは微妙な感じですね。多分ダメかな。このままもうしばらく様子を見てみることにします。多肉があまりにも綺麗な色をしているときは最後の悪あがきといった感じでちょっと危ないんですよね。こちらにはアボカドの下で徒長したスノープリンセスが伸び伸びになっています。そして作業台の上から落ちて枝が折れてしまったミルクブッシュ。このまま暖かい部屋の中でなんとか無事に根付いてくれるといいんですが、100均のサボテンも一度植え替えして以来10年以上植え替えしていないので、そろそろ植え替えしたいんですが、トゲがちょっと痛いんですよね。フラワースタンドの裏にはボブツーサーが置いてあります。夏に土調してしまいまだまだ格好悪いんですが、それでも少しずつ元に戻っているような気がします。といってもこちらはまだまだなんですけどね。日当たりのいい場所に置いてあったのは葉ざしっこと胴切り多肉、そしてグリーンネックレスをカットしたものになります。胴切り多肉のレッドチェリーと葉ざしはジュールです。たくさん芽が出ていますね。そして一番上の段には去年の夏に調子を崩してしまったダドレアホワイトグリーニー。この先順調に育ってくれるといいんですけど。そしてその隣にはルノーディーンです。アルバローズは結局ダメになってしまいましたね。あのまま復活してくれることを願っていたんですが、少し残念です。このルノーディーンも部屋の中で育てているせいか少し徒長気味のようです。これは暖かくなり外に出すときが葉焼けしないように注意しないといけないですね。部屋の中のブローメアナはとても元気ですね。その隣はアガベの雷神です。夏に葉焼けしてしまってちょっと痛々しい跡が残っているのが残念です。そろそろビニールハウス内の気温も上がってきたかなと思い、1時間半後に覗いてみると、なんと気温は18度まで上がっていました。この日はビニールハウス内もこんなに気温が上がるとは思っていなかったため、ちょっとびっくりしています。この温度差にはきっとビニールハウス内の多肉もびっくりしていることでしょうね。寒波が来るということで、ビニールハウス内の多肉にも水やりをしていませんでした。そのため不織布をかけたままにしていても蒸れる心配はないので、今日はこのままにしておくことにします。少し前までにはほんのり雪が積もっていましたが、その雪もすっかり溶けてなくなっていました。道路の雪もほぼありません。そして翌日、お天気も良く風もなかったため、防寒対策でかけていた不織布とカーテンを取り外して2日ぶりの日光浴です。ちなみに防寒用の不織布やカーテンをかけるときには、夕方気温が下がる前にかけるようにしています。というのも、不織布やカーテンで暖かくなった空気をそのまま取り込んで夜の寒さに備えるんです。そして今回ベランダでは被害がなかったんですが、ビニールハウス内の多肉はどうかというと、さっと見回してみるといくつか被害に遭っている多肉がいました。
それがこの寒さに弱いビアホップです。ところどころ葉が途中で樹れているのがわかります。もともと徒長していたため胴切りしようか悩んでいたところだったので、やはりこの際胴切りするのが良さそうですね。ここら辺の葉も寒さに当たったんでしょうね。やはり樹れていました。この多肉棚の一番上は大丈夫そうですね。そうそう、この下にもビアホップあったんですよね。でもこちらは元気いっぱい。樹れている葉は見当たりませんでした。そしてその奥、ちょっと気になって覗いてみると、何やら怪しい色の多肉が。慌てて手に取ってみると、やはり寒さに当たってしまったようで、少し調子がおかしいです。これも家の中に避難させた方が良さそうですね。はい、ということで今日の動画は10年に一度の寒波の後の多肉の様子を見ていきました。いかがだったでしょうか。まだまだ寒い日が続くので油断はできませんが、皆さんの多肉もしっかり防寒対策してあげてくださいね。この動画が良かったなんて思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。